ご覧いただきありがとうございます。誠もどきです。今回ご紹介いたしますのは最近 T1 に加入したことで話題のペイズ選手です。1年目から凄まじい活躍をし、一度 LPL に行きましたが、来シーズンからまた LCK に帰ってきます。中学生の頃、プロを目指していたペイズ少年がマスターでスタックしたため、これはあかんということで、母親が LOL を教えてくれていた元プロ選手にお願いして24時間体制で指導してほしいと頼み、1ヶ月間その方と同居したことでめきめきと実力を伸ばし、ジン G から誘われたというような話が有名な選手でもありますね。今回はそんな彼のカイサ ADC をご紹介いたします。今回のルーンはこちら、一般的なルーンですね。採用率でいうと血脈の方がよく選択されますが、カイサはパッシブのスタック消費ができるかどうかが非常に重要なチャンピオンですので、HP 管理に自信がある場合、相手の構成を見ながら迅速を選択しても良いと思います。サブパスの話をすると、トリプルトニックではなくビスケットという選択肢もありますが、現パッチはかなりトリプルトニックが強いですので、これも構成を見てからではありますが、できる限りトリプルトニックを採用した方がパワーのある選択と言えるでしょう。軽く試合の見どころを紹介します。ペイズ選手は普通ならひよってしまうような場面でも本当にギリギリの距離感やダメージ感覚で際どいプレーを通す度胸と技術があります。そういった点に注目していただけるとより楽しめると思います。それでは試合を見ていきましょう。マッチアップ的にレベル2先行を取れるマッチアップではないため、序盤はある程度ダメージトレードをしながら控えめなレーン戦を、そしてお互いがレベル3のタイミングでオールインファイトになると分が悪い相手はレベル先行できないかとスキルを使いますが、できないと判断し下がったものの、ギリギリアリスター W の射程圏内、レベル3になってから仕掛けるのではなく、レベル3になるギリギリのタイミングで仕掛けることで相手の判断を鈍らせます。シビアがフルコンボを食らいますが、アリスターはスキルを吐き切り HP も大きく削れており、一時的に2対1になるため、シビアはベイトするためギリギリまでフラッシュを我慢しながらカイサを殴りフラッシュアウト。ルルが Q と E2 つのスキルをカイサに叩き込み、普通ならここでバリアを使いますが、まだ使いません。わずか1桁の HP でしばらく過ごし、ルルが前のめりに AA モーションを始め、ミニオンからの攻撃を受ける直前でバリア。アリスターがカイサへの AA をシビアが行えないように前に出て、シビアはそれを見て下がりながらカイサに Q を打ちますが、当然のようにそれをステップで回避。目の前のあまりにも HP の少ないカイサに引き寄せられるようにルルが前進しますが、アリスターの W からの Q、さらにはヒールが入って生存。キルこそアリスターに入ってしまいましたが、
際どすぎるベイトプレーを成功させました。これがもしこのレベル帯でなければただバリアを使うのが遅かっただけという結論になるでしょう。しかしペイズ選手がここまでバリアを使い遅れることはありません。これは明らかに意図した誘いであり、もしルルのダメージが思ったよりも高く驚いたのであれば、ダメージを受けてすぐにバリアを発動させていたでしょう。ソロ級においてもここまで際どいプレーを練習している選手はほとんど見たことがありません。笑うしかないほどの彼の練習強度と集中力を目の当たりにした瞬間でした。その後お互いのジャングルも寄せてきて睨み合うような展開から一瞬の隙をついてアリスターがフラッシュイン。アリスターとシビアのトレードになり、ミニオンが大量に焼けているためかなりワースな展開に。そしてその後お互いのサポートがミッドに寄った後、シビアは軽くダメージトレードをするつもりだったのでしょうが、フラッシュ差がある状態でペイズ選手がこの甘えを許すはずがありません。ソロキルに成功しました。しかしミッドの少数戦では敗北。その後レーン戦でもつまずきます。一つ目の誤算はタワーアグロ。ミニオンにタワーアグロが向いた瞬間に敵を殴ろうとしましたが、少し早く殴ってしまいタワーアグロがこちらに。そして AA で AA キャンセルをしながらスタック消費を狙いましたが、アリスターが少しずらしてしまい、そうこうしている間にポリモーフをかけられてそのままです。アリスターまで打ち取られてしまいました。その後トップでザーヘンがデスしたためライズがそのカバーに入り、ウェーブを押し切ったシビアがミッドに行ったことでスワップする形になり、アリスターが後ろから回り込んでザーヘンをキルしたものの、オリアナがリーシンとシビアに捕まる展開に。そのまま集団戦に。シビアを早く倒したい自陣でしたが、ルル R で時間を稼がれなんとか倒しきったもののライズ R で飛んできており、人数差とリーシンのパワーにより負けてしまいました。1-4トレードに。しかしその後ルルがトップ側に消えていくのを見て、こちらも同じように体を寄せたところ、リーシンがトップダイブ、ヨリック W でノックバックしたことでマークがつき R で飛んでキル獲得。その後ミッドの2対2へ。リーシンが近くにいるためベイトするために強気な AA を入れてカイサを誘いますが、リーシン Q をアリスターがかわしシビアを大きく削ります。そこにアリスターがフラッシュインし2人をノックアップ。カイサはまだ R が上がっていないため距離を維持しながら殴ります。リーシンが Q からフラッシュ R でアリスターをカイサに当てようとしましたが、アリスターとカイサはそれを察知してお互いがぶつからないように歩いていたため刺さらず、カイサは進化した E でシビアに接近しキル。タワーダメージはバリアで受けました。リーシンはアリスターの Q を避けキルすることに成功したものの、カイサにキルを渡す形に。この後一進一退の攻防が続きます。その後カイサがシビアに襲いかかりますが、
チームのタワーが破壊されました。近くにリーシンがおり、カイサの R 中にリーシン R が炸裂。リーシンの Q が届いてバロン前にデスしてしまい、その後バロンを取られた上、止めに行った味方が倒されて最終的に 0-3 トレードに加えてバロンまで失うことに。しかしある種このカイサのプレーが布石となるような展開でゲームの勝敗が決まります。シビアがあからさまに誘うような動きを見せ、それに応じてカイサが E で詰め寄ります。当然後ろからわらわらと敵チームが現れますが、アリスターのフラッシュインを信じて殴り続けます。それを読んでリーシンはアリスターが車線に入らないように少し下にずれた後 Q を放ちますが、カイサはそれを見てステップで回避。リーシンのフラッシュインを受けないよう壁裏に R し、シビアを殴った後リデンプションをギリギリでかわしながら空いた時間で W を詠唱。オリアナが E から W で MS を与え、カイサが E で突撃。ギリギリまでダメージを出してフラッシュアウト。2-0交換に完璧なベイトプレーでミスを取り返しました。そしてそのまま試合を畳みます。いかがでしたでしょうか。今回のリプレイを見ていただければわかる通り、異常なほどギリギリを攻めるペイズ選手は常に何か起こしてくれそうな期待感を持って見ることができる選手です。早く今のペイズ選手を LCK で見たいですね。最後におまけとしてほんの少し他の試合からベインとバルスのリプレイを持ってきていますので、よろしければご覧ください。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いできることを楽しみにしております。おおきにご苦労さん。